ハッピーニューイヤー大輔です。2021年海外渡航の正しい待ち方3選ということでお話をしてまいります。今年こそは行けずに我慢していた国へ渡航してやろうとね、そのための入国制限緩和が進むことを各国の様子をね、見届けてやろうと思うわけなんですけど、そんなニューノーマルトラベラーにこれからなる皆さんに向けて、今のうちから準備をしておいた方がいいよというポイント3つをですね、お伝えしていきたいと思います。本日のラインナップはこちら。丸1、お金の話。丸2、リーズナブルなの場所。丸3、各国のを知る。動画の最後の方では特典パートもありますのでお楽しみにされてください。本チャンネルでは今年もね、世界各国への渡航緩和の最新情報をお届けしてまいります。コロナ明けの海外行き待ち望んでいる方、チャンネル登録をして一緒にニューノーマルトラベラーになりましょう。それでは早速一つ目から参ります。お金の話ということでね、皆さん大事ですよね、お金。このパンデミックによって給料が減ってしまったなんていう人も結構多いと聞きますけども、今後海外に行くには今まで以上に金銭的に余裕がないと生きづらい世の中になってくるんじゃないかと思うわけです。ちなみに僕のケースはですね、プライベートな1回の渡航料金はフライトだとか宿泊、食料とかね、すべて込み込みで毎回だいたいね、10万円以下に抑えておりまして、特に頑張った時はね、5万円前後で週末海外ノマドをね、していたわけなんですよね。そんなこんなで貯めている貯金というものもね、なくはないんですけど、でもそんな中でですね、自分の全財産がなくなるなんてことになったらですね、元も子もないじゃないですか。海外にはね、いろんなリスクがありますから、スリだとかね、詐欺だとか、下手するとホールドアップなんていう事態にも気をつけなくちゃいけない世の中になってきてるわけですよ。でもそれと同じぐらい、いや、実際にね、かかってしまう人の数で言うともっと多いのかもしれませんけど、とっても気をつけなくちゃいけないお金に関する話があるんですよね。何だと思われますでしょうか、皆さん。さすがにね、このチャンネル見てくださってる方の多分9割方はね、もう分かっていらっしゃると思いますけど、海外旅行保険なんですよね。僕もね、これまでってそんなに意識してこなかった海外旅行保険なんですけど、これからの海外渡航に関してはですね、PCR テストを受ける機会が多くなると予想されるわけでして、で、その時に体調がね、そんなに悪くなかったとしても、むしろ無症状だとしてもですね、一定の確率でこの陽性っていうのがね、なってしまう確率は、これ自分自身に対してもあると思うんですよね。そういう時に病院にかかったりだとか、もしも症状が出てですね、2週間は入院生活のなったりしたらですね、下手したら貯金額全額パーの一発アウトの状態になりかねません。というのも、これはアメリカの例なんですけど、アメリカ渡航中にですね、保険に入っていない人がコロナのね、治療を現地で行った時にですね、820万円の自己負担が発生するというね、そんな試算がなされていたりするわけなんですよ。そして僕がよく渡航をするフィリピンにおいてもですね、重症になってしまうと数百万円はね、自費診療としてかかってくると、こんなケースが存在するという情報もあります。確かですね、最高額は320万ペソとかね、日本円で言うと700万円ぐらいですかね、そういうケース、それぐらいかかるケースもあるみたいなんですよね。しかもこれから各国が求めてくる渡航ルールとしてはですね、入国条件として有効な海外旅行保険と英語で記載されたね、保険証明書の提示が必須というケースもね、増えてきますので、この保険に関してはできるだけ早めに、準備に取り掛かっておいた方が良さそうということでね、一つ目に挙げさせてもらいました。ちなみにですね、保険をタダでカバーしてしまおうというね、せこいやり方。いや、これれっきとしたちゃんとしたやり方なんですけど、事前の準備としてですね、最強のやり方を別動画で解説してますので、こちらね、ぜひ見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。それでは2つ目のポイントいきましょうか。こちらもですね、どちらかというと皆さんのお財布にね、影響するものの一つであるんですけど、お金関連が続くということで、2021年海外渡航の正しい待ち方、2つ目のポイントはですね、リーズナブルな PCR 検査施設の場所なんですよね。過去動画でですね、海外渡航 PCR 検査証明書発行を安く抑える方法、3万円以下で受けられる全国最安値教えますとかですね、あとは駅前 PCR 検査驚愕の1980円のシステムを深掘りとかね、いろんな安価な PCR 検査についた皆さんへのアップデートを繰り返しね、行ってきたわけなんですけど、これね、気がついたんですよ、僕。ただ安いだけではダメなんだということにね。だからね、こういった点には
価格以外の面でもね、注意しなくちゃいけないということが分かってきました。一つ目は検査方式、またはその医療機関がですね、渡航先の国が認めているかどうかなんですよね。そして次、二つ目は家から近くにあるかどうか。要するにはアクセスの良さの話なんですよね。どうしても家の近くにないという方でしたら、今はね、成田空港に PCR 検査施設が併設され始めていたりですとか、空港隣接型がね、こんな感じで増えていますので、そちら当たってみてもいいのかもしれません。あとはですね、検査結果がすぐに出るのかという点ですね。基本的には翌日に陰性証明を受け取れないとですね、おおよそその国が求めている出発前72時間以内での取得、この陰性証明の取得という条件を超えてしまう、超えて時間がかかってしまうという恐れがありますので、医療機関側の検査結果が出るスピードだとか、陰性証明の受け取り方についてはですね、事前に把握をしておくことが求められるかと思います。なので、これを見てくださっている皆さんはですね、PCR 検査施設の重要点なんて分かってると言われてしまうかもしれませんけども、そんな皆さんがご自身でどの検査機関がベストなのかをね、チェックする判断材料として、今挙げたようなですね、渡航先の国が認める検査方式であるかどうか、そしてアクセスは良いかどうか、最後に陰性証明書の取得のタイミングに無理がないかとね、このあたりについては最低限事前にチェックをするという習慣をつけていただくのがいいんじゃないかと思います。それでは次参りましょう。2021年海外渡航の正しい待ち方3つ目のポイントなんですけど、3つ目はですね、各国の入国条件を知るということなんですね。日々目まぐるしく変わる渡航制限に関する情報なんですけど、入国条件が比較的に緩やかなですね、要するに PCR 検査だとか隔離ルールが存在していないというね、例えば欧州各国だったとしても、いざ入国してみたら街中がロックダウンしていてですね、自由に出歩ける状態ではないということがあり得るんですよね。ですので皆さん自身で渡航制限についての情報を収集される必要があるわけなんですけど、実際にですね、どこを見ればいいのかよくわからないというね、ケースが多々あるんだと思います。コメントでもね、よくご質問をいただくものなんですよね。それに対してはまずはですね、外務省の海外安全情報サイトがまず参考にすべきドキュメントだと思うわけです。正式名称はこちらなんですよ、このサイト。新型コロナウイルスにかかる日本からの渡航者、日本人に対する各国地域の入国制限措置及び入国に際しての条件、行動制限措置。ということで、ちょっとね、長すぎにも程があるというタイトル名称ですけども、やっぱりね、政府機関が公開する文章って難解極まりないんですよね。で、あとは現地の日本大使館の情報なんかもね、参考にしたいんですけど、そして最後には現地政府のイミグレ情報ということになるんですけど、結構ね、それぞれ難解な文章だということが多いわけなんです。一応ね、この情報アップデートの速さで言うと、まず一番早いのは現地政府のイミグレ情報。これが一番早くて、次には現地の日本大使館。そして最後に外務省が出している海外安全情報。さっきの長ったらしいタイトルの、ウェブサイトですね、という感じなんだろうと思います。これを踏まえた上でね、ご自身で確認をされるのがベストだと思うんですけど、そうだったとしても難解な文章をね、一から目を通すのが辛いという方もいるかと思うので、そんな皆さんに向けてね、一つの解決方法というか、僕なりのアドバイスをさせてください。本チャンネルではですね、毎月入国制限緩和シリーズというものをやってまして、世界の主要国30カ国以上のですね、入国ルールを一覧化して皆さんに報告をさせてもらっているんですよね。そちらを毎回チェックしていただきつつですね、政府系の一時情報を見るということをされると、世界全体の様子とご自身が渡航予定の国の情報を短時間で深く理解できますので、こういう使い方はね、お勧めをさせてもらいたいなと思います。またですね、どうしても細かい条件がわからないよというね、例えば14日間隔離のね、厳しさがどの程度であるかであったりだとか、あと特定のビザでのね、入国ができるものなのかどうかとかね、結構マニアックな質問については、本チャンネルのね、各動画のコメント欄を活用して質問いただければと思います。おそらくですね、心優しい方が回答してくれるケースがね、結構あるのと、できるだけね、僕の方も皆さんの手助けになるように返信をしていきたいなと思います。で、その時にできる範囲でですね、現地の情報もね、皆さんから教えてもらえるととても良い情報交換の場になりますので、2021年はですね、この動きをさらに加速して、世界で起きている出来事ですね、ニュースでは手に入らないようなローカルな生の情報を皆さんとやり取りできると嬉しいなと思うわけです。こんな感じで2021年海外渡航の正しい待ち方3選ということでお話をさせていただきました。が、ここでですね、もう一つ、これは新しいルールとか、そういうものではないんですけど、そもそもこれがないと
海外旅行はね、始まりもしないというとっても重要なポイントがありまして、これをね、ポイントに入れるかどうか、どうなのかなと思うんですけど、おまけというかね、特典パートということでお話をね、させてもらいたいと思います。とりあえず、2021年の海外渡航に向けて新しいルール的なものだけを知ることができればいいよという方はですね、ここで動画閉じていただいた方がいいかと思いますので、この後のパートは見ないでください。はい。では、ここで一旦区切って最後の話をする前にですね、おさらいをしていきましょう。海外旅行保険ですね。これ重要性が増しますという話で、今のうちから準備をしておきましょう。やり方によってはめちゃくちゃリーズナブルな方法、ほぼ無料でね、準備してしまうという荒技がありますので、僕の過去動画をご覧になって、皆さんそれぞれで準備をしてみてください。最低でもね、500万円とかの保証は、つけながらの渡航をしていくっていうのはね、これがもう最低限の条件になるんじゃないかと思います。そして次、PCR 検査の場所ですね。ただただ安いというだけではね、ダメなんですよ。検査方式がね、渡航先の国で認められているのかどうかであったり、自宅からのアクセスが良さそうかどうか、陰性証明書をね、余裕を持って受け取れるかどうかっていうのをご自身でチェックをしておきましょう。そして最後はね、渡航制限を知るということで、ご自身で外務省をはじめとする政府筋の一時情報をきちんとチェックしましょう。もしですね、お助けという方については本チャンネルに戻ってきてですね、ご質問をいただければと思います。もしくは入国制限緩和シリーズについては2021年も引き続きやっていこうと思いますので、こちらもぜひ活用してみてください。チャンネル登録をされてね、お待ちいただくことを推奨させてもらいます。それではお待たせいたしました。最後のね、おまけの話をしていきましょう。2021年海外渡航の正しい待ち方の特典パートはこちらになります。風邪をひきづらい状態をキープしましょうということでね、僕の経験談になるんですけど、去年のね、10月ぐらいから少しずつ出張に行く機会がね、回復してきて、渡航が増えるにつれですね、やっぱり感じるわけですよ。体力が低下してるなと、いうことでね、それもそのはずで、以前はですね、毎日のように移動をしていて、出張先からね、プライベートトリップをして、深夜便で飛行機の中を寝床にしながら移動を繰り返していたというね、そんな日々が毎週のように続いていたわけですので、それがね、ピタッとなくなって、ずっと在宅、相当なことがない限り外出はなしというね、行ったとしてもコンビニとかね、ちょっとした外食ぐらいという、そんな生活をもうすぐで1年は続けているわけですから、それは体力もね、変わってくるわけなんですよ。これ意外と見落としがちなんですけど、普段旅慣れていた人であったとしてもですね、このコロナの自粛期間で体力が低下している恐れがあるんですよね。しかもこれまではマスクをする機会が今ほど徹底されているわけではないので、常にウイルスにさらされ続けていた以前と違ってですね、長期間、風邪という風邪をひいていないなんていう人もね、いるんじゃないかと思うわけです。なので、旅先でですね、体調を崩して、それがさらに悪化するリスクというのも出てくるわけでして、今のうちから健康をね、意識しておきましょうということです。ちょうど年末にですね、自堕落な生活を見直すための心身ともに免疫力をつけるための対処法3選というね、動画も撮ってますので、ぜひこちらも合わせてご覧になってみてください。この動画ではですね、万が一コロナにかかった時にも有効だと思われる自然免疫の一つ NK 細胞について触れつつも、それを増やすための具体的な方法を解説をしております。ニューノーマルトラベラーにとってですね、基礎的ではあるんですけど、とっても重要なことだと思いますので、おすすめをさせてもらいます。概要欄にね、こちらもリンクを貼っておきます。まだまだ渡航制限だとか自粛要請がね、続く状態ではあるんですけど、今年は少しずつ渡航制限のね、緩和が進んでいくことが想定されますので、皆さんにとってね、もちろん僕にとっても良い年になってくれると信じております。本日は以上です。それではまた次の動画でお会いしましょう。大輔でした。